さて PC のほかスイッチにも対応した圧倒的好評を誇るホラーゲームに待望の公式日本語版が登場とのことで、今回は Faith The Unholy Trinity の紹介を行います。こちら何年も前から Steam で発売されていたものの個人開発ということでじっくりと要素追加が行われてきた作品です。難点は日本語がなく、ただでさえ道中ログが断片的に見つかり、謎が深まるタイプのゲームのため、英語ではなかなかストーリーを把握するのが難しい状況でした。さらに非公式モッドで日本語化は可能でしたが、最新版になってからは利用できなくなっていました。理由として公式で日本語組み込みが決定されたためのようです。よってまだかと待ちわび早1年、この度 PC のほかスイッチ版も公式日本語化され発売となりました。英語版はスイッチでも売られていました。この後 Mac や PlayStation、Xbox への移植も行う予定とのことです。また第3章までありますが、今回の日本語移植が終わってから第4章に取り掛かるとのことで、一人での開発は年単位かかるほど大変であることがわかります。翻訳作業にそんなに時間がかかるのかと思われますが、テキストだけではなく、音声と画像内の文字も日本語化される手の込んだローカライズがなされています。声は不気味さを出すために、あえて機械音声みたいなイントネーションにもなっており、見事世界観にマッチしています。急に有名な声優の方が流暢に話し始めても、それはそれでギャップがあって面白いかもしれませんが、動物の森のようなちょっとよくわからない何かを喋ってる風でもあり、味がより強調されています。内容としては今作フェイスはエクソシストものであり、海外の映画でよくある題材です。誰かに悪霊が乗り移り、それを除霊するさなか様々な事件が起きます。特に子供にも異変が起きるというのも特徴で、ということから表現には気を使う必要があります。凄惨なシーンはそこまでなくとも違う手法で不気味さを出すというのも定番で、といったことから恐怖演出も全体的に高めです。レビューではびっくり系はそんなにないともありましたが、結構驚かされました。その上何気にアクション性を求められます。2D 画面での除霊による戦いのため、開発者の人が影響を受けたというゼルダ的な戦闘をホーストさせます。難しさはそこまででもないため、誰でもクリアは可能です。そして特徴は何よりもリアルなカットシーンのアニメーションです。通常のゲーム画面はイラストがそこまで得意ではない方が作っていることがわかりますが、カットシーンにおいてはロトスコーピングという手法で実写のような線画が再生されます。実際の人物の映像をトレースして作られています。制作者の方は自らを撮影し、フォトショップ上に落とし込んでトレースしたとのことです。ただし実在しない霊的なクリーチャーに関してはしっかりとアニメーションを作ったとのことです。アニメーションの訓練は受けたことがあるそうです。これにより画面はレトロなのに超リアルな動きのムービーが流れるという今までにない美術面を作り上げたホラーゲームとなっています。他にストーリーは全て説明されず、道中のログを見つけることで予想できる内容になっています。一直線に進むだけでは絶対に全てのログは見つからず、話が気になる人は繰り返しプレイを行ってしまう作りになっています。隠された重要な内容を知る楽しみが生まれます。あとは章ごとにマルチエンディングで1章だけでも5つ用意されています。クリア後は要素がアンロックされ、視界が狭められたより難しい状態で遊べたり、ゲーム速度自体を上げられます。もしかしたら制限プレイでないと見つからないログとかもあるのかもしれません。長さ的には1章が短めで2章3章と進むにつれプレイ時間が増します。複数のルートが用意されるため、謎のストーリーと相まってそれだけ楽しみを得られます。以上から海外では評判を生み 95% に圧倒的好評7000件近くという個人開発ながら一つのドリームを掴んだ形と言えるのでしょう。リリース日は2022年10月22日で定価は1700円ですが、現在 66% 割引の578円で売られているため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、ある程度進めた要素をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。さあ、これもう始まってんのかな？どこかの道路、車で走っておりますが、あ、日本語訳されてんのこれ。家に入ってから1円出す。確かに妙な日本語音声ですね。終わらせなければならない。バチカンに承認されていないエクソシストかな、主人公。フェイス、The Unholy Trinity。
あ、これタイトルですね。教則って何？遊び方かな？ WSD、ゲームパッドでも遊べます。では何はともあれ、始めていきましょう。まずは第1章、マラソンモードってなんだ？全3章一気にプレイ。まあ1章から。なんかモードがいくつかありますね。まだアンロックされてない。まあ始めてみよう。ここから動かせるんだ。ああ、この白いのが顔ですね。ピクセル、ああ、ちょっと待って、なんだ。これはひどい。お渡し系ホラーゲームだった。まさかの。奥にあるのはビルかな？ちょっといろいろ調べてみるか。これ何やってんのこれ。十字架を掲げてんのかな？今のところダッシュとかありませんね。にしてもさっきのひどいね、もう。思いっきり引き潰されたよね。ログかな？これ読んでくれないの？不気味な音声で。もう忘れたのか？この森は意志を持っている。迷いやすいんだ。マップでも見れるんですかね？ボタンを押すと。カットシーンはスキップできる。ログだったようだね。さあ進んでみよう。いきなり道に迷いそうだな、こりゃ。なんかあんのか？これあれじゃないの？さっきみたいになんか、落とし穴とかでね、いきなりやられてしまったりするんじゃないかな。井戸がある。これはなんだ？入れんのか？十字架を掲げるとなんか飛んでたよ。悪霊退散？まさにエクソシストだ。お誕生会の招待状。ネイト君とジェイソン君。6歳のお誕生日会。ピエロがあって不気味ですね。道案内、スネークメドーヒル。ロードの1338番を右に。井戸を通り過ぎてまっすぐ。合ってるね、これ。まっすぐ行きゃいいんだ。この画面左右に映ってる、これ。なんか来たよ。ヤオさんが。条例だ。行け。うわー。追い払った。簡単だった。この画面左右にもうすでに不気味なクリーチャーがいるんだけどね。昔のサイズですね、画面も。テレビサイズ。到着した。これが目標の場所か。もうすでになんか1年経ってるみたいな話ですよね。主人公は苦戦してんのかな？鍵がかかっている。だって開けるんだ。どこに裏口でもあんのかな？こっちが怪しいな。裏に回れそうだけど。鍵はどこだ？これがマップ？今んとこ迷いそうな感じないけど。なんかありますね、ロケーションが。家みたいなものと、木みたいなものが。そっち行ってみようか。なんかいる。鹿か。鹿と話をしてみよう。こんにちは。逃げられた。また鹿だ。来たよ。危ない。鹿を守ったぞ。なんか喋ってるけど、ちょっとわかりませんね。何言ってるか。正解だ。ログがありますね。さあ、これは長いな。スクロールできる。マーティン夫妻の家はスネークメドウヒルロードから。さっきの家がマーティン夫妻の家だったのかな？アルレット神父。何かに導かれるようにまっすぐ車を進めた。で、家にたどり着いた。まずは古い小屋を照らした。この離れの家で悪魔払い。それを行いたかった。アルレット神父。だがマーティ夫妻がエイミーを家の外に出すことを堅くなとして許さなかった。エイミーがなんか取り憑かれちゃったのかな？さっきお誕生日会で名前があったような気がしましたけどね。で、両親マーティン夫妻。そちらもちょっと様子がおかしいと。家族が近くにいると儀式の一部は進めにくい。信仰のない者には時にその行いが残酷に見えると。一見過激な儀式をね、アルレットは行おうとしたのかな。で、マーティン夫妻には見てほしくないと。これ入れんの？入れた。鍵がありましたね。なんかいたよ今。窓の向こうに。何者だ？悪霊退散！ちょっと驚かしてきましたね。何言ってんのか解読したい。何これ？さっきあった？悪霊退散！ログだ。ボブという人物に対して女の人がね、手紙を書いてるようだね。で、双子にエイミーがいる。エイミーは学校に行きたいけど、まだ行かしてもらってない。なんか取り憑かれてんのか。双子たちは問題なく過ごしてる。何もなんだ、双子っていうのは。しかし、昨日両手を血まめりにして帰ってきた。双子の誕生日パーティーの翌日にこんなことになるなんて、あなたが帰るのは待ちきれない。ボブが夫でいいのかな？悪霊退散。混沌が支配する。なんだこれ？儀式か。5つの石。五芒星。なんかいましたね。とりあえず入ってみようか。開いたよ。ログがあるぞ。不気味だな、BGM が。マーティン夫妻が玄関先で私たちを迎えてくれた。で、地下室に案内してもらっ
て、エイミーがそこにいたんだ。拘束された状態。私は彼に同情した。これは神父ですかね、先ほどのログの。エイミーは至って落ち着いた様子でこっちを見ていたと。その時の彼女の表情を言い争うのは難しい。それは子供がするような表情ではなかった。あ、エイミーって女の子か。不気味な顔していたんだ。これは写真かな、家族の。エイミーが紫色。お、悪霊退散。何かな、これで見れるんだ。左がボブかな。エイミーの顔が。やばいぞ。いっちゃってる。これ怪しい。ああ、ああ、血なのか。うわー。なんだ、ああ、ああ、すげえ、なんか、貞子みたいなの現れた。エイミー、彼女はここにいる。どこだ、ここ。エイミー何歳なんだ。なんかあるぞ。おー、エイミー、モーティス。これは、やられてしまった後のメッセージですか。ああ、エイミー、ああ、何があったのです。私の顔かわいい？終わらせなければならない。この娘を私のだ。誰か乗っ取ってんのか。エイミー、行けー。あー、なんか来た、新しいのが。あれは誰だ。エイミーの父親か。悪霊退散。ああ、悪霊退散が効かなかった。モーティス。おお、白い何かが取られて、ああ、顔がない。ああ、なんだ。なってんだ。ああ、した。お払い。アクションゲームが始まった。ちょっとした。あ、こっからなんだ。親切でいいですね。なんか筋肉マンに出てきそう。あれ、おお、よし、やったか。うわー、顔から手がまだついてるのか。アクションゲームが続ける。ギャー。ん、銃が落ちてる。なんて書いてあるんだ。銃の一発。流れるぞ。撃つか。エイミー。うら、やった。さあ、車。戻ってきたぞ。帰ろうか。おう、クリアだろ。やった。これで一生クリア。あ、なんだなんだ、警察に追われている。スピード出しすぎたかな。小クリア。エンディング5分の 1？ 殺人者。やっちまったー。なんで撃たしたんだよ、銃で。行方不明の少女を殺害した疑いで男を逮捕。ニューヨークの男が行方不明となっていた。スターリング氏の少女の殺害を自供し、拘留されている。ウォードは彼女をやってしまったと。彼女の中に悪魔がいる。そう繰り返していた。で、本来エイミー・マーティンは精神病院を脱走し、9日間行方不明になっていた。廃墟でエイミーが倒れてるのを見つけたと。腹部に銃弾。あと家の2階の窓から投げ落とされた。そんな傷があった。自分から飛び降りてましたけどね。で、エイミーの顔は非常に残忍な方法で破壊されていた。顔なかったもんね。しかし銃弾はお腹だけだったと。で、ウォードは車を止められた際、神父の格好をしていたが、ウォードは聖職者ではないと。なりすましたんじゃないかと言われてます。記事の続きはなくなっている。お、新しい背景が開放？新しいプレイモード開放。これ背景で画面両側の変えられんの。で、モードは次はもうちょい早くね、進められるんじゃないかな。ということはね。壁紙。色味も変えられるっぽいけど。これで変えられるっぽいな。誰だ？あ、右がなんとか神父。左が偽物か。主人公。じゃあこれで行ってみようかな。悪魔モードってあるんだけど。なんだこれ。メモはまだまだあるようだね。ニューゲーム。これなんだこれ。視覚ではなく進行に従って歩いてください。ランタンは闇が汝を取り囲む。これらをやれば違うエンディングになるのかな。ああ、進行って。これで本当合ってんの？ああ、なんだ。あ、進行。絶対これあれだよね、やっぱりな。体を逆さにしたクレイジーになった奥さんの方だろうな。逆さじゃなかった。
さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。